なオーダーの仕方は下げた方がいいか、注文の仕方はありますか？まあ大体相場みたいなのあるしさ、私のイメージで彼女のイメージで作ってやってくださいとか、まあでも知らない人はしょうがないからな、やっぱな、とにかく美味しいの飲んでもらいたいなと思う一心でお伺いしてることなんで。バーにはメニューっていうのはあるんですか？やっぱ前にメニューあったり、まあなかったりする、まあうちなんか特にないけど、多分ほとんどあるんじゃないかな、バーにメニューなんて。バーって、メニューがないお店も多いイメージがあるんですけど、それはなんで？その人に合ったものをきちっと作りたいみたいなとこだから、まあ名前で選ぶ人を減らしたいみたいなとこもあるんじゃないの？まあだってウイスキーだったらメニューあってもいいと思う、どこどこの地方のなんとか何年みたいな、で値段が書いてあるっていうのはそれは安心感の一つだし、明朗な金額で飲みたいっていう人がほとんどだと思うから。ただカクテルに関してとかそういうものに関してはいろいろその方のどういう好みなのかとか、どのくらいアルコールが強くて、でそうやってコミュニケーション取りながら美味しいものを、例えば今夜3杯飲もうと思ってる人の3杯美味しく作りたいなっていう意思もあるだろうし、会話しながらとかコミュニケーションを取って、それでちょっといいお酒を、美味しいお酒をっていう、そういう意図でないメニューがないっていうのもあるんじゃないかな。さっきバーの金額っていう話があったと思うんですけど、バーは金額っていうのは決まってるんですか？大体大方決まってるようなバーって、バーの大体相場みたいなのあるしさ、バーに行った時に、これは1杯いくらですかとか、メニューがなかったりするんですよね。金額を聞くっていう行為は失礼に当たるんですか？いや全然失礼じゃない。本人が良ければいいんじゃないの。ちょっとそれを恥ずかしいと思う人もいるわけじゃん。本人が恥ずかしくなければ全然聞いてくる。もうそれはどんどんおいくらですか、これっていくらみたいなのもよくあるから。でほらメニューがない以上さ、やっぱ知りたいなと思うのはあれだしさ、でもやっぱ、そういう人たちのためにも、だからある程度、うちなんかだと基準になるような、おすすめのメニューがあるから、それ見てくれれば大体このぐらいの値段だからあれはこのぐらいだろうなっていうのが分かる。それ全然この違うような値段はないからさ、そこまで、1杯1000円から1500円ぐらいが割と相場のウイスキーなんかもあるし、高いのはね、ほら何年とか年数が変わってから高くなったりするし。メニューにないカクテルをオーダーしたいときは、どういうふうに伝えるのがいいんですか？例えばメニューのある店で、でそのメニューにはなかったとすると、そうだね、だから飲んだことあるのをまず言うのがいいんじゃないの？私これを飲んだことあります。俺これ飲んだことあるんだけど、これ以外でちょっとなんかおすすめありますかとか。ただやっぱり注文の仕方っていうのがそれ難しくなってくるから、基本的に甘いのとか辛いのなんて言われても正直アルコールの強さによって全然違うから、アルコールって辛くないからどっか甘さがあるっていうか、ただドライめにとかさっぱりめにだったらまた全然こっちも違うし、辛いのって言われたら本当タバスコ入れるようなカクテルもあるしさ、だからそうなってきちゃうから、だからそこはコミュニケーション、要はメニューがないっていうのはそういうことで、そういう話をしながらお伺いして作りたいなっていうのもあるし。バーでの注文をスムーズに行うための基本的なステップとかコツを教えてください。コツ、そうだね、まず一番重要なのはこの人に私の言ってることが伝わるかなっていう従業員を選ぶんだよな。あれちょっとなんかダメそうだなみたいな、それ避けた方がいいね。そんなことじゃなくて、でもとりあえずはそうだね、まず何を飲んだことあるか、カクテルだったら、でウイスキーだったら何を飲んだことあるか、自分の飲んだことある飲み物の名前を明確に伝える。美味しかったものってことですか？そうだね、だから、私は今日は、こういうの飲みたいんだけど、こんな感じの今まで飲んだことある。今日はこちらでおいしいお酒飲みたいと。で、普段どんなのお飲みになるんですかって聞かれたら自分がこれとこれを飲んだことあるとか。そんな感じだから、ちょっとこのバーテンダーに対していろいろアプローチして、でそれをこっちはバーテンダーは紐解いていってあげる。だから一応情報の取材じゃないけど、こうやってしながらどんどん歩み寄ってるみたいで、これどうですか、例えばカクテルの名前を知らない時とか、パッと出てこない時もあるじゃないですか、そういう時はどういうふうに伝えたらスムーズに注文できますかね？とにかくまず苦手な酒から教えるっていうか、私これは飲めませんと、でアルコールが強いか弱いか、あとはもう甘いか甘くないかで、この十字架じゃないけど、そのクロスでやればもうなんとなく、じゃあこの辺行こうかこの辺行こうかこの辺行こうかって分かるからさ。バーが忙しい時、混雑時に注文する際のマナーとか、バー側に配慮するべき点とかっていうのはあるんですか？そんな
はもう全然気にしなくていいんじゃないかな。そこまで気を使わなくていいよ、お店に対しては。お店に対して気を使うなんてことはさせちゃダメなんだよね、本来ならばね。ただうちみたいな店はなんかちょっとうるせえからさ、意外とさ、お客さんも気使ってさ、今頼んじゃまずいかなとか、それはだから俺の今後のあれだよな、課題点だよ。そういうふうに思わせないように。あとそうね、15年後にはなってるかなと思ってるからさ、あと15年もこのスタンスでいこうかなと。長いよ、治んねえかもしんねえ。バーの支払い方法についてどういう選択肢があるんですか？支払い方法、まあ現金かカード。今もでもいろんななんかあれだろ、電子決済。そういうのとかな、ある店もあるだろうし、まあうちに関しては、まあ、現金かクレジットカード。そこはまあ事前に行く前に調べるのが。まあ今情報って何でもスマホで見れたりパソコンからも見れるからな。最後の質問です、こんなオーダーの仕方は下げた方がいいという注文のフレーズとか、注文の仕方はありますか？まあでも知らない人はしょうがないからな、やっぱな。私のイメージで、よく聞きますよね、彼女のイメージで作ってやってくださいとか、それはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思うぐらいかな。なんでですか、それは。イメージわかんねえし、だって全然初めての人のイメージ、まあ多分洋服の色とかさ、そういうのしかわかんないわけ、でもそれの色で作ったってアルコール度数が強いかも弱いかもわかんないし、お任せでって言われてるのと一緒みたいなところがあるっていうかさ、お任せでって言われたまま、そうやっぱご飯とかでもまあ苦手なものもあるし、アレルギーがあったりするような世界があるし、だからお酒だって強さが弱さじゃないけどさ、その方に合ったアルコールの強さがあるから、それは難しいけど、まあでも味で言ってくれたりアルコール度数で言ってくれるような、まず注文の仕方で、そうだね、それでなんかそのイメージが湧くけどさ、まずなんか彼女見て、いやすごい綺麗な人なら分かるけどだからといってアルコールの強い綺麗な学生が合うかってまた別の話だから、女性に関してはでもそれ男性がエスコートしてやって、ちょっと彼女こういうのが好きなんでとかっていう感じで、まあ、ざっくりそのぐらいでも大丈夫だと思うけど、本当やっぱ味とアルコールみたいなところがはっきり分かれば、それに準じてこう、おすすめができるかなって感じ。お客様に合ったカクテルをお作りするためにも最低限のお好みだったりとかは伝えてほしい。でもバーってそういうところだっていうイメージがもうあるから、ちょっとかっこつけてこんな注文の仕方したら何でも作ってくれるんだよ、そういうバーもあるかもしれないけどね、なかなかその辺はメニューがないっていうのはまたそういう感じでいいのかなと思う人もいるからさ、甘いのおしゃれなのとか、なんかそういうのだとちょっとつかみきれない部分は、そうだね。ありがとうございます。今日はバーの注文の仕方についてマスターにお伺いしました。とにかく美味しいの飲んでもらいたいなと思う一心でお伺いしてることなんで、だからまあそうね、そんなに難しすぎなければっていうか、まあちょっと興味のあるものを頼んでみるっていうのは、名前が分かれば一番いいんだよな。これ飲みたいみたいな、ただそれ飲みたい、でもこれ飲んだことあるからちょっとこれに似た違うのみたいなのが両サイド両脇いるから、それいっぱい同じようなカクテルとかお酒もさ分かりやすいですね。そうやってね、注文するのいいんじゃないかな。なるほど、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日は皆さんなんかちょっとバーについて、バーの注文の仕方について、そうやっていろいろバーに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。